今回は昔ながらのタイルの浴室をユニットバスへとリフォームします。なんでこんなに濡れるかなと思って。今回もお約束のようにまあいろいろあるわけですが、こんなミス初めてだね。もしかしたらあなたの家のお風呂もこの動画でお見せするのと同じような状況かもしれません。こちらのお施主様には内装のリフォームや離れの新築などこれまでに何度もお世話になっています。そして今回はお風呂のリフォームをさせてもらうことに気合が入ります。洗面室の窓には内窓をつけ、浴室の窓もカバー工法で高断熱仕様のものに入れ替えます。解体はただ闇雲に壊すのではありません。新しいユニットバスが確実に入るように計算しながら壊します。タイルのお風呂は壊しやすい時もあれば、めちゃくちゃ手強い時もあります。入り口横の柱が腐食しています。ダメだよ。そこの土台の下が多分腐っとるで、こっちはね、こんくらいまで腐ってるわ。こんくらいまで。右端もね。こっちまでな。タイルのお風呂を解体すると、高い確率でこのようになっていることが多いです。当初のプランでは1216サイズのお風呂を設置する予定でしたが、ちょっと解体を頑張って1316サイズを入れることにしました。そのためにはこのタイル部分を撤去する必要があります。1216サイズならタイルを剥がさずに余裕で設置可能ですが、発注した1316サイズのお風呂を入れるためには、グラインダーで切り込みを入れてタイルとモルタル下地をギリギリまでめくります。残りの作業時間も考えながらどこまで壊すのかを判断します。タイルの撤去に手間取り、予定より大幅に時間をロスしてしまいました。だいぶ水が染み込んでいるようです。構造材の腐食の件は一旦頭の片隅に置いておき、とにかく解体を進めます。これ。きついやな、これ。
最悪だ。目だか。目の音だけやな。これはすごい。柱や大引きなどの木材の一部がまるで土のように朽ち果てています。直し出したらこっちの部屋全部直さなあかんだよ。こっちは。柱はほぼ浮いた状態になっています。いや、浮いてるけど床が決まってるから下がらんのよね。うん。このドロップがさ、ここに乗っとるでしょ。横差しで。で、ここで横で敷口組んであるからで、下がらん。床とか。奥に大引きがおって、で、この柱についてるんだけど、大引きも下がらんってことは、これもウッドレがしっかりしてるから下がらん。このままでも柱が下がることはなさそうですが、床が下がらないとは言い切れません。入れてどうするのって話だけどね。時間ないでしょ、もう直してる。ユニットバスを組む日をずらすことはできません。どうするべきか。開口部はユニットバスのドアのサイズに合わせて解体します。今回は洗面室のリフォームは行わないので、最小限の解体にとどめなければなりません。この必要最小限の解体が大工を悩ませます。洗面室側の壁や床もタイルが使われているので、破損させてしまうと補修が大変です。これはね、柱というより大引きが乗ってないのが問題だね、こっちの。大引きが落ちちゃうから。ボロボロやろ。腐食して基礎に届いていない大引きは構成塚を入れて支えます。さらに腐食により浮いてしまった柱の小口を整え、その下に土台となる角材を入れることにします。これ後で生コン入れちゃうか。腹筋つった、腹筋つった。カズさんはよく腹筋がつります。遠回りしちゃってね、回せれんもんで、これで打つわ。勘で。塚を置いたのはいいものの、ビス止めするのが至難の業です。合ってるっぽいね。多分ここや。カズさんからは全く何も見えない状況です。出たな。出たな。これ。全然違います。無理。なんかぽいんだよな。穴っぽいんだよな。いや、穴や。来た。そのまま大丈夫。
今までこの柱に対して大引きがだけは決まっとったわけよ。だけど柱が腐っとるとか大引きももう決まってないってことだから、これを持ってんのは根だと大引きで引っ張っとるわけ。いずれは落ちるね。283透かします。まあまあやな。うん。ラーメン？かけたらどうしよう。柱の下の腐った部分をできる限りきれいにまっすぐに整えます。ここいいね。ここ OK ね。ここか。これをここに合わせるか。この辺に。基礎パッキンの座りを良くするために基礎の天場を整えます。道具やな、持つのはな。解体が終わりました。調整できる。調整できるね。水道屋さんにお風呂の給排水工事を依頼しました。その際、生コンも同時に持ってきてもらうようお願いしました。みんなでバケツリレーをしてお風呂の土間コンクリートを打設していきます。住みながらのお風呂リフォームは失敗が許されません。各業者が連携を取り、協力しながらしっかりと工程通りに作業を進め、お風呂を一日でも早く使えるようにします。大丈夫？今回はお風呂の土間コンクリートにワイヤーメッシュは使用しません。ワイヤーメッシュは入れた方が良いとされていますが、この狭い空間では収縮もないのであまり意味がありません。ユニットとバスタブの荷重しかかかりませんしね。今まで5センチの化粧タイルの床が持ったのだから10センチ以上打てば十分です。解体工事は少し手こずりましたが、予定通り水道工事と土間打ちまで無事に完了しました。土間コンクリートを打った翌日、腐食した柱下に土台を入れる作業をします。こんなん中も絶対こっちもビタビタだね。あそこもない。不自然に濡れている箇所があります。床下浸水したのかなみたいな感じだね。濡れすぎじゃね？ユニットバスを組んでしまえばもう濡れることはないとはいえ、濡れ方が気になります。穴開けとかんとさ、乾かんでさ、工事を広げたいとかそういうつもりはなくてさ、お風呂屋さんあさってだからさ、追加工事なんかするつもりはないんだけど、一応確認はせなんか大工さんだったな。
こんだけ濡れとったらね。そうね。大丈夫だと思うけどね。大丈夫とは思いつつも、構造材がどこまで劣化しているか確認はしておきたいところです。なるほどね。結局、基礎のところが薄いじゃんね。基礎点よりかは絶対に防水層を下に下げとかないと、こうやって。どうやら局所的な水漏れではなく、床と壁の境目全体から日常的に漏れていた可能性が高そうです。生きてるね。音がね。濡れてるけど生きてるから、これ乾いてくね。この柱が多いからさ。タイルのお風呂は全部システムバスに変えた方がいいね。在来の昔の。これはセーフだ。もう進行は止まるっていうこと。乾いてく。乾いてくけど、虫は入るから、白いの消毒だけ。これ直すってなったら、ここ土台入れ替えるんだけど、直したところで、金額と合ってないから直さない方がいい。ほう。見た目は気持ち悪いけども、これ以上悪くならないようにするっていうのが大事であって、その判断が難しいのがリフォームです。新しく入れた使い石の周りにもモルタルを入れてもらいました。この下にこれを入れます。はい。本当は閉じたくないの。ちょっと風を通したいな。こっちがこんなんだからね。ウェッティだからね。これ三寸角、三五角じゃなくて三寸角ね。こう、まあ基礎パッキンで今みたいにこう浮かして、ここから風結構入ってくるんだよね。ふわーっと。本当はもっと通したいけどね。通気穴開けたいぐらい。ここ開けた方がいいけど、そんなことしたことないから本当はね、むくりでやらなきゃ浮いちゃうんで、こいつが浮き上がる可能性があるんで、勝ち込むと。なるほど。だからそういう時は変えてね、その時木の使い方とかね、変える必要があります。木が1ミリ吸い取るからつかないから。埋めるんだ。リフォームではとにかくウレタンボンドの出番が多いです。単に接着するだけでなく、フリクを調整する目的で使われることが多いように思います。パッキンかな。これはドアのカバー工法で使われるパッキンです。これらのパッキン類もリフォームではよく使われます。昔はよくベニヤや木のくさびで調整しましたが、荷重がかかる部分や腐りやすい場所にはやはり樹脂やプラスチック製が安心です。空気がちゃんと流れとるんで、ここから、乾いてくる。お世辞にも見た目が良いとは言えない、いわゆる芋仕事ですね。限られた時間でできる限りのことをやります。部分的な噴霧では気休めのような気もしますが、やらないよりはと思っています。そもそも触らなければ平和に事が運ぶこともあります。直そうとすると逆に施主さんに心配をかけてしまうこともあるので、施主さんの理解が追いつかないことは無理に説明しない方がいいと思うこともあります。限られた時間の中でなんとか最善を尽くしました。そしてユニットバス設置の日が来ました。ですがここで信じられないミスに気づきます。窓がありません。
なぜこうなったのかを説明すると、社長、いつも冊子ご注文ありがとうございます。今回はお風呂もぜひうちでやらせてもらえませんか？私がお風呂を担当します。よろしくお願いします。我々で連携をとってやっていくのでご安心ください。窓とお風呂まとめてお願いできるならいろいろとスムーズやね。それはありがたい。お風呂は9月6日に工事できます。窓の取り付けはお風呂設置の前にやった方がいいので前日に手配しましょう。じゃあそれまでに解体と水道工事をバッチリできるように工程を組むよ。よろしく頼むね。はい。ユニットバスの職人さんもう来てるかな？挨拶しとこう。お風呂の窓ついてないっすね。え？やらかしました。非常に申し上げにくいんですが、発注してませんでした。待って。そんなことある？窓も一緒にやるって言うてんのに、なんで風呂だけ発注すんねんな。申し訳ありません。せっかくまとめて頼んでもらったのに。ほんまやわ。同じとこで頼んだ意味ないやんか。で、今から冊子注文して納期いつになるん？最短で2週間以上はかかってしまうかと。だよね。てかさ、冊子頼んでへんのやったらお風呂まだ壊さへんかったのにな。いや、あかんか。お風呂来てまうもんな。だからこういうややこしいことにならんようにまとめて注文しとんのに。申し訳ありません。お風呂はもう組むしかないな。困ったな。というわけで、お施主様に事情を説明し、この日は窓なしでユニットバスを組ませてもらうことに。窓が入荷したら窓工事の職人さんと再度ユニットバスの職人さんにも来てもらい、その際にパネルをくり抜き、窓を設置することになりました。施主様にはしばらく窓がない状態でお風呂を使ってもらわなければなりません。いつもお世話になっている施主様からの仕事で痛恨のミス。さすがにこれは YouTube 投稿はできない。今後の仕事に影響が出るかもしれないし、とカズさんは言っていました。とにかく切り替えて今やるべきことに集中しなくては。浴室のドアの枠を収めます。これがまた結構ややこしい。今日はこのお風呂がついたんで、窓はついてませんけどね。20年やってきたけど、こんなミス初めてだね。で、今日はこれがあるもんで、釣り戸棚を取り外すことなく、壁と床のタイル、そして既存の壁紙もそのままの状態で、樹脂製の四方枠を取り付けます。巻き込んで、それっぽくします。ちょっとあんまり好きなあれじゃないんだけど、収まりとしては。ここから11ミリ足す。洗面室も同時にリフォームする場合の方が、お風呂との壁を一から作れるので、施工は楽です。必要以上に壊さないよう、そして既存の床や壁を傷つけないよう注意を払います。このうちだけ抜こうかな。このように派手な解体ができないときは、マルチツールはありがたい存在です。
充電式のフロアタッカーはこのような下地工事でも活躍しています。カズさんは結構お気に入りのようです。130。枠材の下地となるヒノキの間柱材を取り付けます。ハンマードリルで下穴を開け、裏にある木下地にビス固定します。新しいお風呂は水平垂直に取り付けられています。それに対して洗面室の壁は傾きがあるため、枠の下地となる木材はパッキンなどで調整して取り付けます。リフォームとは家の傾きと向き合う仕事であると思います。こちらは反対側の枠下地です。既存の柱が傾いているので、垂直になるように斜めに幅を切ります。いいね。いい感じ。いい感じ。上側の壁は43ミリ、真ん中は48ミリ、そして下は36ミリ。悩ましいね。こう言っとるな。既製品の枠材をカットしていきます。なんでか。そうだね。こっちやらないとね、歯の。こっちの歯で切ったらあかんわね。組んだ枠をはめ込みます。きついね。リフォームだと絶対合わないからね、切り直さなあかんね、これね。斜めにせなあかん。絶対合わない。次に枠の周りに施す化粧剤を加工していきます。
最初から留めのカットがされていましたが、切り直します。これがさ、壁がちょっとでもこれで開いとったら絶対にすいちゃうから。収まりがとても難しく悩みます。一体何が正解なのか。建具などで使うケーシング枠みたいなものですが、幅木のような溝のあるデザインが収まりをややこしくさせます。既存のタイルは曲がっているので、隙間をコーキングで埋めてごまかすことにしました。今回は既製品を使わず無垢材を使った方が収めやすかったかもしれません。まあなんとか違和感なく収めることができました。ユニットバスを設置した3週間後に、やっとお風呂の窓と洗面室の内窓が入りました。ずいぶんお待たせしてしまいましたが、やっと完成です。チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。